皆さん、こんにちは。今回は人物作成のチュートリアルとなります。人物は奥が深いぞ。大丈夫か？そうなんです。結構人物作成は苦労の連続です。さっき、スパイファミリーの夜さんの雰囲気を持ったキャラクターを作ろうと思ったんですよ。もちろん、原作の画像を貼り付けたり、タイトル名や作者名を使うのはなしで。それは難易度 A クラスだな。そうなんですよ。ミッドジャーニーの良いところは、適当に単語を入れても、AI でいい画像に仕上げてくれるとこですが、こういう人物を作りたいとなった時、理想に近づけるのはかなり難易度が高いです。できたのか。一応、こんな感じになりました。可愛すぎるが、よくできてるぞ。ありがとうございます。今回は夜さんを例に挙げましたが、本動画の目的としては、作りたい人物画像を、ある程度自由に作れるように、人物画像のプロンプトの基本を説明する動画です。そのため今回の動画は、基礎の内容がかなり含まれます。人物作成はいろんなプロンプトの要素が絡むため、今回の動画は少し長いので、概要欄にタイムスケジュールを載せているので、必要に応じてご確認ください。本動画での人物作成においての前提条件ですが、作成する人物は1人とします。同時に複数名は出しません。複数名いると、どのキャラに対してのプロンプトかを AI が正確に把握するのは限界があるからな。また背景ありと背景なしの両パターンを作成します。ただし背景ありの際、背景を特定するようなプロンプトは使いません。あくまで人物中心に作成します。背景の有無でだいぶ印象が変わるから、両パターン見た方が確かに良いな。そうですね。それもありますし、プロンプトの人物への影響を分かりやすくお見せしたいのも理由です。その場合は背景なしの方が圧倒的に分かりやすいしな。じゃあ本題に入ってくれ。では始めます。もし要件がないのであれば、人物を出すのに難しいことは何もありません。ガールと一つ単語を打てば女性の画像が出てきます。ただそれは AI が勝手に考えた女性の容姿や構図であり、先ほどのように夜さんにの画像を作りたいとなったら、ガールだけでは当然作れません。そこで人物画像を作る基本要素を紹介していきます。この基本要素を使って、プロンプトを組み立てます。この組み立てを今後、型、または構文と呼んでいきます。今映っている7つのプロンプト要素と4つのアクション要素が重要だ。この要素をプロンプトに取り入れることで、思い通りとまではいかなくとも、イメージに近い画像が作れるようになります。最初から全ての要素を入れて作ってしまうと、それぞれの要素の効果を確認できないので、要素を一つずつ増やしながら、要素の特徴を紹介をしていきます。最初に紹介する要素は芸術運動です。少し他の要素と違い、使い方が特殊になるので、最初に紹介してしまいます。芸術運動、なんだそれ。ウィキペディアから拝借しました。芸術運動とは、特定の芸術哲学や目標を持った芸術の傾向やスタイルのことですね。この芸術運動の名称を入れると、その哲学やスタイルが画像に反映されるといいことだな。だが、美術専門家でもない限り、芸術運動名なんて知らんぞ。そうですね。なのでウィキペディアやウェブサイトを参考にするしかありません。こちらの URL に行けば参考画像とともに一覧が見えますよ。では実際にプロンプトで画像を出していきますが、プロンプトを作るときは構文の型を意識しましょう。プロンプトの構成として絶対に不可欠なのがサブジェクトです。先ほどの7つの要素はなくても画像は作れますが、サブジェクトがないと始まりません。何の絵を描くのかを決めないとな。はい。先ほどがあると打ちましたが、それがサブジェクトです。もちろん人物だけではなく、動物や物体、風景などをサブジェクトにしても構いません。ですが今回は人物がテーマなので、主題は男や女、子供といったあたりに限定されます。この動画では基本があるで固定したいと思います。女性の画像が一番ニーズがあるからな。そして先ほどの芸術運動の要素を構文に追加します。サブジェクトが後ろに来てるが、要素の順番に関しても説明した方が良いな。プロンプトでの要素の順番ですが、4つぐらいまでなら気にせず問題ありません。しかし、要素が増えてプロンプトが長くなると、認識されない要素が出てきます。その際は、前のプロンプトから優先されるため、順番を入れ替えるなどの思考が必要になります。今回芸術運動で紹介してる単語は5つほどだが、ウィキペディアで見たように実際は山ほどある。自分好みのを探すといいぞ。まずはスキーアートからいきます。ガールだけの時とは大違いだな。続いてはキュービズムです。なるほど、こういう絵見たことあるな。続いてインプレッショニズム、印象派です。印象派はなんか聞き覚えあるぞ。次はアートデコです。
名前は知らんかったが、これも見たことあるような絵だな。最後がバロックです。バロックは知ってるぞ。音楽でもよく使う用語だな。以上ご覧いただいたように芸術運動の要素を入れることで大きくスタイルが変わります。でもなんだな、オリジナルキャラを作る時とかはあまり向いてないな。そうですね。イメージしているキャラがある時は芸術運動は正直向いてません。このスタイルでがっちり作られてしまうので、背景含めて漠然に作りたい時とかに使うぐらいですね。なので次の要素からがメインと思ってください。次はメディアタイプです。さっきの芸術運動よりもこっちの方がよく使うよな。そうです。このメディアタイプは要素の中でも最重要です。芸術運動の要素と組み合わせて使うこともできなくはないですが、絵のコントロールが難しくなるので、私はメディアタイプをメインにプロンプトを組み立ててます。ちなみにメディアタイプというのはリアル写真とかイラストなどの種類のことだ。今代表的なプロンプトを表示してますが、これらの画像を順に写していきます。最初はフォトグラフィー。リアルな写真の画像を出すならこちらです。本物の写真のように綺麗にできるぞ。続いてはフォトリアリスティック。これは写真ではないが非常にリアルになるぞ。次はアニメ。こちらもニーズが高いプロンプトです。見ての通りアニメ画像が出てくる。漫画とかアニメ創作に使いたい人はこれを使え。続いて 2D。アニメとの差を見てください。似てはいるけどやはり違いがあるな。続いてはコミックです。2D。アニメとはかなりタッチが違いますね。これはアメリカだな。完全にアメリカのコミックだ。続いてブラック&ホワイトアニメ。要は白黒の画像ですね。白黒漫画を作りたい時に使えるぞ。続いてはラインアート。直訳すると線画ですね。これは下書きのような絵になるぞ。僕はあまり使わないけどね。次はチビアニメです。私のような三頭身キャラを作りたい時に使えます。言っておくが僕は3点の頭身あるからな。レタンと一緒にするなよ。次の例はイラストレーションです。写真でもなくアニメでもなく普通の絵ですね。日本人はアニメ好きだからアニメ中心に紹介してるが、普通のイラストが欲しい人も当然いるからな。続いてはウォーターカラー。水彩画です。例として水彩画にしたが、油絵や水墨画なども当然いけるぞ。あとウォーターカラー、アニメといった感じで組み合わせても大丈夫です。アニメの水彩画の出来上がりだ。メディアタイプのプロンプトは他にもたくさんあるので紹介しきれないが、代表的なものを紹介しといたぞ。続いてのアーティスト名とタイトルですが、これも画像に大きな影響を与えます。例えばバイ鳥山明と入れると鳥山明先生が描いたような絵になります。このやり方は個人利用目的以外で使用するのは無礼なので、今回の動画での画像紹介は避けます。なのでこの2つについてはスキップして進めます。ということで次のコンセプトに移ります。先ほどのメディアタイプと次第だけではまだ思い通りの画像とまではいきません。このコンセプトの要素でより詳細な要望を AI に伝えていきます。今画面に出ているものがサンプルとなりますが、結構幅広い用語が使われてます。時代関連の用語やファッション、場所や文化、職業に関わる用語など様々です。言葉だけでは説明しづらいので実際に見ていきましょう。メディアタイプはアニメとフォトグラフィーの2パターンで、主題はガールのままコンセプト要素を追加します。まず最初に紹介するのはアニメのメディーバル、日本語にすると中世です。このように中世をイメージした女性の画像ができるぞ。次はアンシエント、日本語だと古代です。ちゃんと古代的な女性になったな。続いてはフューチャリスティックです。未来的な服装になったな。未来がこんな服装になるとは思わんが。続いてアドベンチャー、冒険者ですね。なるほど、こんな感じできたか。もうちょっとフリーレンっぽいの来ると思ってた。続いてカントリー、これは田舎ですね。可愛らしい田舎娘が出てきたな。続いてがアーバン、これは都会ですね。都会的なのかどうかは置いといて、田舎娘とは明らかに違うな。そしてスポーティー、スポーツチックな女の子がちゃんと出てきたな。今度はゴシックロリータ、ファッション系ですね。いいね、こういうの僕好きだぞ。そして今度は職業系でギタリストです。ギターかっこいいね。最後パンクですが、これはパンクの頭に別の単をつけて3パターン実行します。まずサイバーパンクからやっていきます。パンク系は予期できない楽しさがあるぞ。次はスチームパンクです。このスチームパンクの絵はかなり好みだ。そして最後がクロックパンクです。
プロップパンクもいい味出してるな。アニメのパターンが全て終わったので、続いてフォトリアリスティックで実施します。先ほど同様メディーバルからスタート。リアル中世っぽい女性だ。次はアンシエント、日本語だと古代です。なんとなく古代だ。知らんけど。続いてはフューチャリスティックです。これは視覚センサーでもついてるのか。なんか怖いぞ。続いてアドベンチャー、冒険者ですね。みんなタフそうだな。続いてカントリー、これは田舎ですね。アメリカの農耕地帯の娘って感じだな。続いてがアーバン、これは都会ですね。アーバンって都会って意味で合ってるよな。そしてスポーティー。みな、完璧にスポーティーだ。今度はゴシックロリータ、ファッション系ですね。リアルゴシックも雰囲気良いな。そして今度は職業系でギタリストです。リアルもかっこいいぜ。次はサイバーパンクです。サイバーパンクは光が増えるな。次はスチームパンクです。こんな格好の服あったらすごいな。そして最後がクロックパンクです。どんだけ時計好きなんだ的な。以上でコンセプトの要素は終了ですが、ここに入れるプロンプトは非常に幅が広くなります。また、複数個のコンセプトを入れるのも良いでしょう。ただ、多く入れすぎると、AI が拾わないものが出てきたり、矛盾してると予想外の絵になったりします。コンセプト以外にも入れる要素があるのなら、多くても3つぐらいにとどめるのが無難かな。そうですね、3つ入れたパターンも出しときましょう。さっきのスチームパンクとギタリストを使って、後場所で東京を追加しました。まずアニメ、ちゃんとコンセプトが反映されてるな。次フォトリアリスティック、こちらもちゃんとできているな。ちなみに、東京をアメリカにすればアメリカ人になる。アメリカバージョンもせっかくなのでやっときましょう。では同様にアニメから。続いてフォトリアリスティック。なお、人種を指定したい場合は次第のところで、ジャパニーズがあるのようにしても良いですよ。さてここまでで、作りたい画像の大まかな部分はできるようになりました。でもまだまだです。次は、容姿や表情に踏み込んでいきます。容姿は大きく髪、顔、体に分けています。まずは髪からいきます。髪の要素としては、色、長さ、髪型があります。リアルとアニメで、プロンプトの反映されやすさが異なるから、注意してくれ。それではプロンプトですが、今回のメディアは、アニメとフォトグラフィー。コンセプトはスチームパンクとギタリストでいきましょう。それに続けて髪の要素を追加するんだな。はい、それではアニメから始めます。レッド、ブラック、ブラウン、ブロンズ、バイオレット、イエロー、シアベージュ。続いてフォトグラフィーです。レッド、ブラック、ブラウン、ブロンズ、バイオレット、イエロー、シアベージュ。こんな感じで髪の色のプロンプトは非常に反映されやすいです。やはり背景ない方が色の比較は見やすいな。では続いて髪の長さを指定していきます。特に長さを指定しない場合はランダムになりますが、ミディアムで生成されることが多くなります。ではショート、ミディアム、ロングの順でいきます。色は赤で固定します。まずアニメから。ショート、ミディアム、ロング。続いてフォトグラフィーです。ショート、ミディアム、ロング。ご覧の通り、長さも色同様にかなり正確に反映されます。ただ、ロングは腰ぐらいまでの髪になるから、普通のロングのイメージならミディアムで十分だ。髪の最後はヘアスタイルです。ストレートとかカーリーとかもろもろですね。最初に言っておくと、髪型に関しては認識できる範囲が限られます。世の中いろんな髪型がありますが、うまくいかない髪型もあると思っておいてください。なお、色や長さとも共存できますが、そもそも短いヘアスタイルの名称にロングを掛け合わせたりすると、おかしくなったり、どちらか一方が選択されたりします。丸坊主にロングとかな。矛盾がないようにプロンプトを組みましょう。今回はレッドとミディアムを固定にしていきますが、矛盾する髪型に関しては、プロンプトを調整します。ではこちらもたくさんあるので、高速で流します。ストレート、カール、ベイビー、ボブ、ブーン、アップル、ポニーテール、バズカット。続いてフォトグラフィーです。ストレート、カール、ベイビー、
ボブ、アップル、ポニーテール、バズカット。バズカットの時だけミディアムは抜いたぞ。相反する条件になるので。これで髪の色、長さ、髪型をある程度コントロールできるようになりましたね。次は顔になります。先に説明しておきますが、顔の形はプロンプトではコントロールが困難です。縦長や丸顔、四角い顔といったような指示はかなり試しましたが、残念ながら機能しませんでした。ですので、顔の中でいじれる部位は主に目、口となります。目口を変える方法として、物理的な状態を指定する方法と、表情を指定する方法があります。具体的に言うと、アイクローズドとスリーピングは、指示は違うが両方とも目が閉じた画像になる。大きな違いはスリーピングの場合、寝ているという状況から、ベッドの上にいる画像になりやすい。一方、アイクローズドだと、立ちながら目をつぶってる画像になりやすい。このあたりを踏まえて、物理的な指示にするか、表情や感情のプロンプトにするかを分けると良い。基本的には表情、感情の方が使いやすいだろう。目と口は開け閉めぐらいしかできないので、表情の方のプロンプトを実行していきます。なお、目の大きさを変えれるかについて知りたい人多いと思うので話しますが、基本 NG です。ビッグアイやラージアイなどは効果がありません。気持ち大きいという気もしない時もありますが、何もしない時でも大きい目が出る時もあるので、偶然と解釈してます。なお、目のアップはまた別の話なので、あくまで顔の大きさを変えずに、目だけ大きくするのが難しいという話です。ではプロンプトを変えながら顔の表情を作っていきましょう。メディアタイプはアニメとフォトグラフィーの2パターン。コンセプトはスチームパンクとギタリスト。髪はレッドの普通の長さでボブカットにして表情を変えていきます。要素多すぎて混乱しそうだ。ではアニメからスタート。スマイル、アングリー、サッと、サプライズ、シリアス、暗い、アン、エクスタシー。続けてフォトグラフィーです。スマイル、アングリー、サッと、サプライズ、シリアス、暗い、アン、エクスタシー。これで顔の表情も思う通りですね。これ以外にも感情や表情の単語はいくらでもあるから、場面に合わせて使うと良い。では続いてボディに行きます。体の外見を決める要素としては、まずモーションがあります。これは歩いていたり、運動をしていたりなどの動作のプロンプトから作るものです。そして動作は時には服装にも大きく影響を与えます。例えば水泳というモーションを入れたら、当然服装は水着になりやすいです。野球であればユニフォームを着るでしょう。なのでモーションを入れることで、服装は指定せずとも非対通りの服装になることも十分にあります。逆にモーションと矛盾する服装を指定をすると、非対通りの画像にならないことが多いです。そして洋服も人物画像において重要な要素です。洋服の要素はサブ要素として、トップス、アウター、ボトムス、一体型、シューズに大きく分けれるぞ。ワンピースやロングドレス、水着などが一体型だ。ではモーションの要素を試していきましょう。プロンプトはメディアがアニメとフォトグラフィー、コンセプトがヒットマンで、容姿がピンクのストレートヘア、感情がファン、それにモーションを加えていく形にしましょう。なんかすごいキャラ設定だな。それではアニメからスタート。ラン、ジャンプ、プレイングサッカー、ドリンクエール、スイングソード、スイム。続けてフォトグラフィーです。ラン、ジャンプ、サッカー、ドリンクエール、スイングソード、スイム。サッカーや水泳の服装は指定せずともモーションに適した服装になるな。では次は服装の方に行きますが、モーションの代わりに服装のプロンプトを入れていきます。しかし服装の組み合わせは無限にあるので、ご紹介している例をいくつか紹介する形にします。また靴は省略します。ではアニメからスタート。学生服、カジュアルドレス、着物、メイド服、青い T シャツと緑のショートパンツ、茶色のセーターとグレーのスラックス。続いてフォトグラフィーです。学生服、カジュアルドレス、着物、
メイド服。青い T シャツと緑のショートパンツ。茶色のセーターとグレーのスラックス。以上で容姿、感情の要素が終了です。これまでの内容で、だいぶ人物の生成テクニックを理解されたかと思います。いや、まだまだじゃないか。これまでずっと同じ構図だし、全身画像やアップとか、横や後ろからの画像とかも必要じゃん。そうですね。次の要素で、この問題を解決します。ここでは被写体に対してのアングルや距離に関わるプロンプトを紹介していきます。被写体とカメラの距離感は、距離を意味する用語だけでなく、様々な要因が距離に影響します。クローズアップやファーウェイなどの距離の単語も画像へ影響を与えますが、それよりも顔の表情や体の部位、服などの要素が入っている方が距離に影響を強く与えます。単純なプロンプトで具体的に見てみよう。アニメ、ガールだけで画像を生成すると、このように肩より上の画像が生成されます。では、顔のアップをしたいので、これにクローズアップを加えてみます。うまくいきましたね。では、逆に遠ざけるためにファーウェイと入れてみましょう。被写体が遠くになりましたね。これも成功です。では、これにスマイルを追加したらどうなると思いますか？普通に考えるととっくで女性が笑ってる画像だな。結果は、こちらです。ファーウェイが機能してないな。これはミッドジャーニーはより重要なプロンプト要素があると、距離を意味する単語を無視するからです。言い切ったな。はい。ミッドジャーニーでショートゥンというコマンドがあります。これを使うと入力した単語で何が重要な要素になってるか表示してくれます。見ての通りファーの影響がゼロです。スマイルが重要な単語と位置づけられてるので、笑顔の画像生成が重要視され、距離は切り捨てられたと考えてます。しかし、重要度がゼロでも他に重要な要素がない場合は、画像に反映されると仮説を立ててます。このように、一つ一つの単語が距離に影響を及ぼすということを頭に入れておいてください。それを踏まえた上で、顔のアップ画像、片上の画像、上半身の画像、全身の画像、映写の画像に影響する単語をいくつか記載してます。この中で、ピンクの距離のワードは他の要素よりも重要度が低く、矛盾する場合は打ち消されます。次に、この中でも結構多くの人が困ってるケースが全身画像だと思います。足が途中で途切れてしまったり、頭のてっぺんがギリギリ入らなくて困ったというケースがあると思います。この場合、まずチェックするのは足元に関する要素がしっかり入っているかどうかです。靴や地面に立っているなどの単語が入ってると良いです。そしてホールボディ、またはフルボディも入れておきましょう。なお、ホールボディだけで全身を出そうとすると、座った状態の全身画像が出やすいです。さらにはアスペクト比も大きく影響するので、見てみましょう。16対9で全身画像を作ってみます。全部全身が映ってないな。逆に9対16にしてみます。今度は全て成功だ。このようにアスペクト比により被写体の映る範囲は大きな影響を受けます。まあ普通に考えるとそうだよな。横長のキャンパスだと縦の画像は切れてしまうが、縦長のキャンパスだったら当然収まるということだ。はい。それでもダメならメニューのズーム機能を使いましょう。それが一番確実だな。では続いてアングルの方です。こちらは撮影方向や角度となります。こちらは距離と違い、他の要素の影響を受けにくいです。早速プロンプトで画像を比較していきましょう。フロント、サイド、イヤ、ダイアグナリーフロント、ダイアグナリー、イヤ、ビューフロムハイ、ビューフロムグラウンド。こんな感じでアングルはおおむね正確に機能します。さて残す要素も少なくなってきました。次は時間と光。こちらは背景なしの場合は関係がありません。時間は朝や夕方、夜などを指定することで被写体への光や影に影響を与えます。また光は直接的に光の影響を作ります。まず時間から見ていきましょう。モーニング、ヌーン、イブニング、ナイト、サンセット。次は光いきます。ナチュラルライト、サンライト、ムーンライト、スポットライト、ルームライト、バックライト。時間、光は異常です。では最後のクオリティに行きますが、実はこれはもうほぼ不要です。過去のバージョンでは、ウルトラリアリスティックや HD、8K など画像品質に関係する単語を入れることが有効でした。ですが現在のバージョン6では、これらの品質に関する単語は無意味であると公式から発表がありました。
実際数枚試したところ効果がないことを確認しています。古いバージョンを使う時だけ注意が必要です。とはいえこちらはもう不要という認識で良いでしょう。以上、7つの要素について説明を行ってきました。それではここからオプション要素に入ります。まずスタイライズからいきます。スタイライズは0から1000の値を設定でき、値が高いほど芸術性が上がります。簡単に言うと低いとシンプル、高いと複雑な絵だ。ただ芸術性が高いと好みの絵になるかどうかは全く別であり、この値はかなり重要になります。特にアニメ画像が欲しい人は芸術性が高すぎるとリアルすぎるため低い値が好みな人も多いと思います。これは画像を見ないと区別できませんので実際に見てみましょう。0、デフォルトカッコ100、250、500、750、1000。確かにアニメはデフォルトぐらいで良いな。ことは高い値が良い気もする。この値を変えるとかなり印象が変わるので私は頻繁に数値を変えて試すことが多いです。特に後から紹介する虹と併用すると印象的な画像がよく生まれるので多用してます。正直この値については何回も試しながら調整して好みの画像が出るのを待つ感じだ。続いてスタイルロー。このオプションはよりプロンプトに忠実になります。通常の場合は AI が良い感じに画像を調整しますが、スタイルローの場合はあまり余計なことはしません。オプションなしと比較してみましょう。オプションなしは女性以外に花や幾何学模様が見られるが、スタイルローは余計なものがないな。続いてアスペクト比ですが、すでにアンブルのところで説明したように縦長のキャンパスだと全身が入りやすく、横長だと切れやすいなどの影響が出ます。キャラクター作成などが目的であれば縦長にするなど使い道に応じて変更するのが良いでしょう。そして最後、虹オプションになります。このオプションを使うとアニメ画像になります。つまりこれまで説明していたアニメの指定が不要です。ではなぜ紹介したのかというと、虹で作られる画像と通常でアニメを指定した場合ではタッチが異なるためです。虹の画像が好みに合わない場合は虹を使わずにアニメで作れるということを理解しておくと幅が広がります。でも虹の方が僕は好きだけどね。本動画の完成間近のタイミングで虹バージョン6がリリースされたため、今後いろいろと試していこうと思います。以上で要素の説明は終了となります。最後に夜さんに苗を作った時の作業の流れを紹介しておきます。当然ながら1回で作れたわけではなく、何度も調整しトータル30回程度プロンプト叩いてます。画像を作った際のプロンプト計画を本日ご紹介した方で説明します。まず夜さんの外見から要素の検討を始めました。メディアタイプはアニメもしくは虹オプションの2択です。サブジェクトはガール、合わないようであればウーマンだな。コンセプトは特に不要と判断してなしです。ビジュアルのところは一番多く盛り込んだぞ。まず顔の特徴として長いストレートの黒髪、そして赤い目、カチューシャを使った。またボディの特徴としては黒いドレスとし、表示範囲としてウエストより上とした。背景はなしだ。シンプルな絵なので大きな特徴はこれくらいですね。このプロンプトで実際に出てきたのがこちらです。雰囲気はそれなりだが顔が全然似とらんな。何回か試した後、虹オプションに切り替えました。なお虹のバージョンは5です。まだ遠いが虹の方が可能性を感じるな。虹に絞り込みプロンプトを調整します。カチューシャに花模様のアクセサリーという特徴を加え、首周りが網目状の紐になっている情報を追加しました。一気に似てきたな。さらに調整していきます。目の形は反映されない可能性が高いのですが、目尻がつり上がった表現を追加しました。また原画はもう少しシンプルなタッチなのでスタイライズを50まで落とします。さらに片上しか映ってないので腰付近まで映るようにアスペクト比を2対3にします。これパッと見たらもう夜さんと言えるレベルじゃん。この画像の URL リンクをプロンプト先頭に貼り付け画像を生成すれば似たような画像が生成されます。このような手順で完成です。動画冒頭に紹介している画像はこの後さらに髪の色をターコイズに変更したり背景を追加してます。以上、人物作成のチュートリアルをご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価もよろしく。バイバイ。バイバイ。